さあ始まりました。元美容師による古民家 DIY の時間です。前回の動画で10ヶ月の振り返りをやってきましたので、今回は南側の部屋の和風の壁紙をやっていきます。前回ね、もういろりができて第1回いろり会めちゃくちゃ楽しかったですね。で、ようやくこの南側の部屋ですね。次は床や壁やとやっていくんですけども、今回はここの壁、現状の下地は合板の部分と、あと施工ボードの部分、この2つのパターンなんですけど、壁紙を貼るのって結構ね勇気いるんですよね。まず剥がさないといけないじゃないですか。さあ剥がす時もね、なんかおお大丈夫かみたいな、でもそんなことなんですけど、壁紙を貼れると結構楽しいんですよ。自分でパンとね部屋のイメージ変えれたりするので、この動画では一応やってみようかという方のね、ちょっとでもね背中押せるような動画になればなと、今回そんな感じで見ていただけたらと思います。それではまずパテ埋めをしていくんですけど、どうしてもこういうね凹凸ビスのとことかができるので、こういうところをね凹凸をなくしていく作業で、こういう毛羽立ちとかはやっぱ取っていった方がいいですね。とにかく凹凸をゼロにしていく作業です。でこのビスが締め方が甘くて表面に出てたらしっかり締め込んで、施工ボードの方も特にこのつなぎ目、ここはしっかりパテを入れた方がいいですね。パテも上塗り用下塗り用みたいなのがあるんですけど、僕はこの上下兼用クロス用っていうね、このパテを使ってます。めちゃくちゃ長持ちしてますけどね。4kg に対して水 2.0 から 2.5 リットルなんで、約パテ2に対して水が1ぐらいの感じなのかな。でもね、そんなんねあんま気にしなくていいんですよ。もう小学生の時に泥遊びした団子作った時の感覚ですね。こんな感じです。なんか形状を保てる硬さ、こうなると OK ですね。合板は結構毛羽立ちがあるので、ざっくりでいいんで先に紙やすりで取っときます。合板の場合忘れがちなのが節なので、節もしっかりパテを入れていきます。このパテ乾かしてる間にやらなあかんことがあるんですけど、これですね、カビ、ベンガラと廃油混ぜて塗ったやつなんですけど、見てもらったら分かるように相当カビてるんですね。もうここまでカビたらもう拭き取る手間の方があるんで、いくら安価でもちょっと失敗やったなって感じなんですけど、これね、ここ山側でかなり湿気のある家なんですけど、瀬戸内海側のこうカラッとしたところやったらここまで生えへんと思うんですけどね、もうちょっとこう普通の湿度の低いところで試してみたいなっていうのはありますね。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。もう色とコスト感はもう最高なんですけどね、もうカビだけです。今日は電気屋さんがガンガンやってくれてます。で、昨日塗ったパテが乾いたんで、今から紙やすりをかけていきます。超万能240番ですね。特にこういう凹凸が激しいところを
真っ平らにしていくようなイメージです。こっちの施工ボードは新品なんでシーラーは塗りません。で剥がした場合は必ず塗った方がいいですね。でこっち合板はアクめっちゃ出るんで2回シーラー塗ります。でこれから壁紙をね注文しないといけないんですけども、その必要な寸法の測り方です。この面とこの面を貼りたいんですけど、まずこの高さを測ります。1820なので、1.8 メーターですね。注文するときは1メーター単位で何メーターっていう注文の仕方になるので、 1.8 メーターが何列いるかっていうことになるんですけど、壁紙がだいたい91センチなので、こう重なりしろとかもあるので、だいたいこう2列でいけるなと。じゃあここが2列で、じゃあこっちは12344なので、6列必要であるということになります。 1.8×6 なので 10.8 約11メーターなんですね。必ずね失敗とかロス切りしろみたいなのが出るので、だいたい1割を多めにってよくサイトでは書いてるんですけど、僕はね失敗多いね2割足します。計算すると、2割足すと 13.2 メーターってことになるんですね。でもう僕はもうとにかく足りないのが嫌なので、もう切り上げで14メーターこの場合だったら注文します。こういう感じに届くんで開封していきます。でこれ気をつけたいのが、パンパンに壁紙クロスが中に入ってる場合があるので、本当にこのカッターナイフで中身を傷つけないように注意くださいね。このもう本当に薄皮切るような感じで僕は切ってます。壁紙切ったらもう泣ける。ちょっと持ち上げてやると安全かな。よし。あれ、うそ、のりついてない。なんでマジかよ。もういやしくった。壁紙ってのりなしとのり付きっていうのがあるんですけど、のりなしを買ってしまいましたね。発注ミスだ。うわー、のりなしだと本当にこの壁紙だけが届くんですけど、でのり付きだとこうやってねのりがついて届くんですよね。絶対こっちの方がいいです。参ったなー。なんかちょっと安いと思ってんな。正直に申し上げると、一回僕すでに発注ミスしてて、のり付きのこのロール届いたんですけど全然足りなくて、もう一回おかわりのこれ注文なんですけど、のりなしを買ってしまった。地獄ののり付けですね。これからまずのり付きがあるので、ちょっとのり付きから貼っていきます。1820で切るんですけど、切りしろがあるんで10センチぐらい大きめに。この表面のビニールを剥がして、僕は右利きなんで右から貼っていくんで、この右側の青いテープ外しとく。で必ず天地があるので、この天地確認をします。こういうふうに天と地っていうふうに書いてくれてます。この右のライン決めてこっちに押し出してくる感じですね、空気を。でこの押さえで押さえていくとコーナーを。よいしょ。
じゃあ地獄ののり付け作業をやっていきます。よいしょ。これやると腰がやられるんですよね。これがジョイントテープになります。この下地の石膏ボードを切れにくくするテープになります。これで完了なんですけど、のりなしの壁紙はこの手間がいるということになります。さあいよいよこのジョイントなんですけど、僕はこの5センチぐらい重ねちゃってるんですけど、この重なりしろのちょうど真ん中ぐらいを切っていくんですけど、バスッと切りたいんですよね。だからカッターの方は必ずこう折って、はい、これでカッターの刃を新しくして、ちょうど2枚分壁紙を切るような感じで力を入れて切っていきます。切れた。これでこの中に入ってるこの切れ端とこっち側のクロスの裏側のこのテープを両方ちぎってきます。でこのテープ切ったらあかんのですけどね、このテープが切れたらよくない。この施工ボードを切っちゃってるってことになるんで、これに関してはね相当難しいですね。今まで僕はこのテープを全然入れてなかったんですけど、6年ぐらい経ってる壁紙とかも全然割れずに、ジョイント部分が割れたりせずに綺麗に仕上がってるところはいくらでもあるので、 DIY なら全然こんなことを気にしなくてもいいのかなと思います。プロはねこれ切っちゃダメだとすごい言われるんですけど、ただDIY の場合だとこの施工ボードを切ってしまって変な感じになるリスクより、自分で貼ったという喜びの方がもう圧倒的に大きいので、そんなに気にならないと思います。さあもう一回ジョイント切っていきます。目指すは2枚だけを切るっていうことですね。力入れないと2枚切れないし、入れすぎたら施工ボードを切ってしまうと。なので2枚だけを切る。この時息を止めてさあどうでしょう、うまくいったかな。ここ木やから。でも切れてない。お、すごい。これ理想ですね。こいつが切れてない。これ上手にできた。このテープが切れてない。よし。
最後はコーキングです。これやると相当クオリティ上がるんでおすすめです。このマスキングテープを 2,3 ミリ開けて貼ると、これを握りながらずっとで指でさっとで乾く前に剥がす。この辺がね結構波打ってる感じなんですけど、このマスキングテープを 2,3 ミリ開けたところに貼っていきます。あとは指で押さえる。最後までご視聴ありがとうございます。これで壁紙が貼り終わりました。壁紙は部屋を簡単にガラッと変えれるね DIY だと思うので、ちょっとねどうしようかなってね迷われてる方って結構多いと思うんですよ。で大体壁紙が貼ってあって傷んでるしちょっとほつれてもきてるしみたいなところでこうってねめくる時がね結構勇気いるんですけど、実際にやってみたら満足度がすごい高い DIY なので、迷われてる方は是非やってみられることをおすすめします。自分なりに分かりやすいように撮ったつもりなんですけども、またいろいろコメントいただけたらと思います。それでは次は床の間に移ってやっていきますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていてください。想像と想像、 DIY は人生だ。